断然です。田園です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、猫を撫でちゃったこと、食べちゃったもの、飲んじゃいけないもの、売っちゃいけないもの、食べちゃいけないものなんかの話をしておる番組でございます。いけないもののが多くない？はい。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたんだろうか。何もしてませんでしたね。なんかしてたような気はするんですけど、あまり記憶があれです。思い出しました。GoPro を買ったんですよ。というのも先週馬券が大当たりしましてね。で何か買っといた方がいいだろうということで GoPro 前々から欲しかった GoPro を買ったんですね。でこれからちょっとねGoPro でまた面白い企画というかね、あれを考えてますんで、YouTube でやりますからお楽しみにしてくださいということと、夜というかもう明け方でしたね。明け方に田園ニシスをやっと全部見たんですよ。ずっとねエヴァを見て、新エヴァを見てから田園ニシスなんかいろんな考察サイトを覗いたりしていると、田園シスのオマージュがすごいというので、これはやっぱね一度見ておかなくちゃいけない、通らなくちゃいけない道だなと思って田園ニシスを何度か寝るときにねつけてみるんで、 Amazon プライムビデオでありました。なので寝るときにつけて見てたんですが、もう寝ちゃいますよね、それは当然。なのでこれはいかんと、昨日はがっちりね目をバッキバキにして見てましたが、面白かったですね。いや面白いというのももうわけわかんないじゃん。ぶっちゃけね、わけわかんなくていいんですよ、あんなものは。あんなものはっていうかね、理解する必要もないというか、なんですかね、理解はできないですよ。ね、人が何を考え、どう行動して、どんな映画を撮ってとかね、本当のところは理解できない。ね、本当のことは自分もわからないのに、人のことなんかわかるはずがないんですから、わからなくていいんですけども、面白かった。何が面白かったっていうと、そうですね、なんだろう、庵野監督のその新エヴァの、オマージュが置いてね、黒の眼帯をしてるとか、制服で登場するであるとか、シンジ君がねずっと制服シャツのまんまでいるとか、っていうね、赤い海であるとか、構図とかもね、数々似ているシンジ君と冬月教授が将棋を指してるシーンであるとか、最後ね、田園シスの最後ね、新宿だっつってセットがバーンってバレて、新宿のど真ん中でねいるみたいなところとか、全部確かに新エヴァに通じるところがあるね、非常にあるっていうので、非常に面白くね、見ておったんですが、もう一つね、野生爆弾のクッキーが白塗りでやってるでしょ。でなんかいろんなことやってるじゃないですか。あれも全部田園ニシスなんですよね。で思った時にいろんなね、田園ニシス何が言いたいんだろうって思った時に、皮をかぶっていると病気になると言ったんでみたいなところから始まってね、言うたら思春期の少年の、悩みですよね、を解決するにはみたいなところから、エヴァもそうじゃないですか。そういった悩んでしまう、人が必ずぶち当たるようなそういった悩みを解決するというかね、そういうね、昔から人はそういうことで悩んでますよっていうのを、田園シスしかり、新エヴァしかり、新エヴァなんかそうですよね。なぜ田園シスのオマージュをしているのかといったら、そういった、昔の人って言ったらあれですけど、昔の人も今の人も庵野監督もみんな同じように悩んで同じように苦しむ時期があるということが結局は言いたいんじゃないのかなっていうのは思いましたね。で、庵野監督がなぜそうやって庵野監督やクッキーもそうですけども、そうやってオマージュするのかといったら、
そういった思春期の悩みであるとか、そういった悩みはもういつどんな時代であろうともみんな抱えてることで、過去にそういった作品で描かれているし、そう克服できるのかできないかっていうのは、その作品を見て感じた人が判断することにはなるとは思うんですが、そうやって語られていますよっていうのを伝承していくというかね、伝えていく、今の世代の人に伝える手法の一つとしてね、そういったオマージュパロディが使われているのかなっていうのを、僕はエヴァとそれからクッキーと田園にシスを見て思いましたね。だからストレートに田園のシス面白いから見てみなよって、非常にね仲のいい人、あるいは先輩、上司、憧れてる人が行ったところで、なかなか人のおすすめって見ないですよね。でそういったものを面白いから見ろよね、上から言われてもなんか嫌だなって反発しちゃう気持ちも若ければ若いほどあるだろうし、そういったところをオマージュというね、パロディやオマージュという形を変えて提示することで、そのルーツを探っていった時に、やっぱりぶち当たるとか、なんだやっぱりあれだけね見たら面白いよって言われて見て、その当時は見なかったけど、こうやってねいろいろルーツを探っていくと、同じところに行き当たって見たところ、やっぱ面白いな、なぜあの時人が言ってくれた言葉を信じて見なかったんだろうっていうのはね、もう いくつもありますよ過去ね。それのね最もたる例は、おそらく男は辛いよだと思うんですよね、寅さん。あんだけ散々ね、50作も続いた人気作ではね、そんだけ続くんだから面白いに決まってるじゃないですか。楽しんでいる人が多いに決まっているのに、あれだけね周りで面白いですよね、見た方がいいですよってね、だったらあの話面白いですよって言われてても、なかなかね思い越しが上がらなくて見ていなかったのに、見たら見たでね手をひっくり返したように、もうね男は辛いよ、面白い、柴又行ってみね、本当に草団子屋があるんだとかね、そういったことをね感じるわけじゃないですか。だからそうやってパロディとかオマージュね、男が辛いよなんかもいろんな人がパロディしたりオマージュとしてやってたりしますけど、そういった形でストレートに言っても伝わらない人には、そういった手法で伝えていく方法なんだなっていうのをエヴァとかそれこそデニスを見て思いました。他にもエヴァね、特に庵野監督はオマージュとして引用しているというかね、作品が数々ありますので、そういった意味でもエヴァを読み解くっていうのはもう一つ面白いことですし、もう一つ、それも映画に限らずね、音楽もそうですし、音楽もそうですよね。ビートルズのフレーズを使っているとか、今度斉藤和義さんがアルバムを出しますがね、今度はねYMO をやってるそうなんですよね。なんかそういうところもやっぱり今好きな人が過去の人のね、作品をカバーするとかオマージュしてね、作品を出すってことはどういったことなのかって言ったら、やっぱりね先人が歩んだ道を後世に伝えるために今の人が行っている行動表現なんだなっていうのは非常に強く思います。だからそれは映画や音楽や、それから書籍に至ってもそうですし、いろんなね、事象に対してそういうことなんだなっていうのは強く思いますね。でことで先日ね行われた朝やんも同じように、過去こういった素晴らしいバラエティがあったっていうのを今の人お客さんはおそらくね、そんな若い人はいないとは思いますけども、そこからね今の人に伝えていく手法の一つなんではないのかなと思った
次第でありますね。本当に田園の指数面白かったですよ。やっぱり僕は寺山修司さんの作品を一つも読んだことがないんですが、中にね寺山修司さんの詩がちょくちょく出てくるんですけど、それがねやっぱり美しかったね。一番気に入ったのは一文はあれですわ。最後ね叫んでるシーンがあるんですけど、そこで出てきた言葉がね、可愛がっていた伝書鳩も曇った空に当たって砕けてしまったって。これね、曇った空に当たって砕けるんですよ、伝書鳩が。しかも可愛がっていた伝書鳩、何かを伝えようとして放ったその伝書鳩、しかも可愛がっていたその伝書鳩が曇っていた空に当たって砕けてしまうね。これ言えます？書けますね。美しいなって思いましたね。みたいなところが要所要所にあったんでね。ぜひ見ていただきたいっていうのと、僕が見た直後にツイートした言葉では、田園に資す。なるほどね。カルマだなと。すべて形を変え、伝え方を変え、表現方法を変え、伝える人が変わりながらも同じことがずっと言われている。それはカルマだし真理であるのかもしれないね。エヴァもそうだし、クッキーの白塗りもと、やっぱりね、業ですよ、業。本当に立川談志師匠じゃないですけど、業の皇帝というかね、そういう業を抱えているね。それは過去、昔の人も今の人も同じように抱えているんだよというのがエヴァとか田園にシスを見て思いましたという話でした。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。